今回はコットンタイム1月号と掲載作品を紹介します。今月の付録は2026年カレンダーです。作品も載っていて、作り方や実物大型紙があるものはダウンロードできます。あと、便利グッズなども紹介されていて、楽しめるカレンダーです。本の中身を紹介します。風水開運ポーチ。こちらのプレゼント企画の商品も読んでいて面白かったです。目次はいつも見開きで、すべて写真が載っているのでわかりやすいです。ここからが北川景子さんの作品です。今月もとても可愛い作品です。ここからが100円ショップアイテムの作品です。いろんな工夫をされて作品もたくさん載っています。お正月アイテム。巾着バッグの紹介です。いろんなタイプのものが載っています。コカドさんのスウェットパンツ。今回はロックミシンを使ったソーイング。ゼロウェイストの手作りブック。ゼロウェイストというのは生地を無駄なく作るという意味です。いろんな作品が紹介されています。こういうカーブのあるものもゼロウェイストで作れるというのはびっくりです。歯切れで楽しむ小物。着物のリメイクもあります。ジャッキーちゃんの着せ替え帳。実物大型紙付きの双子ポシェット。とても綺麗なポシェットで実用性もあって素敵です。こちらが私の作品です。便利グッズも紹介しています。ビッグシュシュ。紙につけるととてもボリュームがあって華やかになります。ファスナー選びのレッスン。感覚で選んでいたのですが、読んでいるとなるほどと納得する内容です。知らないパーツもあって面白かったです。今回の掲載作品はペンホルダーです。以前に動画でも紹介したもので、クリップになっていて、バッグやノートなどにつけることができます。一枚布で簡単にできるのでおすすめです。この後に動画を貼っておきます。今回はノートや手帳につけられるペンホルダーを紹介します。このようにクリップ止めができます。外すと裏はこんな感じです。上から差し込むクリップを変えるとこちらのようにバッグなどに挟むこともできます。
セリアのカットクロスを使う場合は1枚で4つできます。出来上がりサイズは横が3センチで縦は15センチです。こちらのサイズでできるのではぎれ商品にもおすすめです。横14センチ、縦17センチにカットします。半分に折って左側を輪にします。輪というのはこのように布を折った折り目のことです。重ねてこの角のところから横に4センチ、縦に 5.5 センチの印をつけます。横に4センチと縦に 5.5 センチ。線で結んで、ここにカーブを描きます。だいたい真ん中あたりから 1.8 センチに点をつけて、ここを結ぶようにしてカーブを描きます。このカーブを切り取ります。2枚重ねて一緒に切ります。広げるとこんな形になります。裏側を上にして1センチ折ってアイロンをかけます。表を内側にして合わせて返し口の印をつけます。真ん中あたりに6センチです。返し口のところを開けて1センチの縫い代で縫います。返し口は開けて返し口を開けて縫いました。角のところをカットします。そこも5ミリぐらいカットして、このカーブのところは切り目を入れます。返し口のところから表に返します。だいたい手で返せるところは手で返してから角出しなどで角をきれいに出します。返し口のところは内側に折ってアイロンをかけます。アイロンをかけてカーブのところを縫います。半分に折ってクリップで留めます。この時に上から縫っていくので下がどうしてもずれやすくなります。なので逆に上端を少し上げるように、最初に合わせた時に1ミリくらい見えるようにして留めておきます。
こんな感じです。上端から下まで縫って横に縫います。このペン入れの端のところは 2,3 回縫っておきます。この間にクリップを差し込んだら出来上がりです。こちらのクリップタイプにしたいときはセリアで売っていたヘア金具を使います。金具を使うとき、このように留め替えるときにずれるのが嫌な場合は、内側に手芸用ボンドを入れてから差し込んで固定すると良いです。